もしかしたら何百万人もの人の心臓を救う新しい薬が登場するかもしれません。今回は新しいコレステロール治療薬についての画期的な臨床試験クリアアウトカムズの結果を分かりやすく解説していきます。さて、まず話の前提から入っていきましょうか。コレステロールの管理といえば、今やスタチンという薬がもう主役なんですけども、実はこの薬、誰もが使えるわけじゃないっていう大きな問題があるんです。皆さんちょっと想像してみてください。もし一番よく使われるコレステロールの薬が自分には合わなくてもう耐えられない副作用が出ちゃったらどうします？これ実は決して他人事ではない問題なんですよね。これ実は他人事じゃないんですよ。データを見てみると、なんと 7% から多い報告だと 29% もの患者さんがスタチンによる何らかの副作用を訴えて治療を続けられないでいるんです。これ結構な数だと思いませんか？この状態、専門的にはスタチン不耐性って言うんですけど、要は副作用、特に筋肉の痛みがひどくて治療を続けたくても続けられないっていう状況のことなんです。じゃあそんな人たちはどうすればいいんでしょうか？ここに一筋の光が差します。そこで登場するのが今回の主役、ベムペド酸です。このベムペド酸というのは、いわゆる悪玉コレステロール、つまり LDL コレステロールを下げるために新しく開発された薬なんですね。で、この薬が面白いのはその仕組みなんです。スタチンとはちょっと違うアプローチなんですよ。まずこれプロドラッグって言って、体の中のある特定の箇所で初めて薬として働くように設計されてるんです。ステップ1、それが肝臓。肝臓だけで活性化する。だからステップ3、筋肉では活性化しないんです。その結果どうなるかというと、ステップ3、そう、スタチンで一番問題になっていた筋肉関連の副作用のリスクを根本的に減らせるんじゃないかと、こういう理屈で期待されたわけですね。じゃあその期待は本当に正しかったのか、この薬が本当に安全でしかも効果があるのかを確かめるためのいわば究極のテストが行われたわけです。それがこのクリアアウトカムス試験なんですね。この試験の凄さがこのスライドで一目瞭然ですよね。見てください。参加したのは心臓病リスクが高いスタチン不耐性の患者さん、なんと1万4000人近く。それをベンペド酸を飲むグループと偽薬、つまりプラセボを飲むグループに分けて、しかも誰がどっちを飲んでるかわからないようにして、世界中で平均して40ヶ月以上も追跡したという非常に信頼性の高い研究なんです。さあ、そしていよいよ結果の発表です。皆さん気になりますよね。結論から言っちゃいましょう。この薬効きました。データが何を示したのか具体的に見ていきましょう。まず一つ目のすごく大事な結果から、この薬ちゃんとコレステロールを下げられたのかってことですよね。はい、このグラフを見てください。プラセボ、つまり偽薬と比べて悪玉コレステロールを 21% 以上もガクンと下げたんです。これはすごいですよね。でももっと大事なのはここからです。じゃあコレステロールが下がった結果、本当に心臓病を防げたのっていう話ですよね。答えはイエスです。なんと心筋梗塞や脳卒中といった重大な心臓のイベントが起こるリスクを 13% も下げたんです。この棒グラフを見るとその差が一目瞭然です。偽薬を飲んだグループだと 13.3% の人に何かしらの心臓イベントが起きたのに対して、ベムペド酸のグループでは 11.7% に抑えられている。この差がさっき言った 13% のリスク低下につながってるわけですね。しかもですよ、特に見てほしいのが心筋梗塞のリスク。これなんと 23% も減ったんです。これはものすごいインパクトのある数字だと思いませんか？と、ここまで良い話ばかりしてきましたが、もちろん薬ですからね、良い面だけじゃありません。次は副作用、つまりリスクについてもちゃんと見ていかないとダメですよね。で、一番みんなが心配してたのはやっぱり筋肉の痛み、スタチンで問題になるやつですね。これどうだったと思いますか？結果はですね、これかなり興味深いんですけど、ベムペド酸を飲んだ人で筋肉痛を訴えたのは 5.6%。じゃあ偽薬のグループはというと 6.8%。ほとんど変わらない、むしろ偽薬より少ないじゃないかってことなんです。これはもう期待通りの素晴らしい結果でしたね。ただ、もちろん他の副作用が全くなかったわけではありません。こちらの表を見ていただくとわかるんですが、例えば痛風が 3.1%、胆石が 2.2%、肝臓の数値が上がる人が 4.5%、
と、これらは犠牲薬のグループよりも少し高い数字が出ています。さて、ここまで良い結果と注意すべきリスク両方を見てきました。じゃあこれらを全部ひっくるめて、私たち患者やお医者さんにとって一体どういう意味を持つんでしょうか。今回の話をまとめると、ポイントは4つですね。まず、ベムペド酸はスタチンが疲れない人にとって新しくてちゃんと効く選択肢になるってこと。次に、悪玉コレステロールを下げて心臓の重大な病気も減らしてくれる。そして3つ目、心配された筋肉の副作用は増やさない。ここ大事ですよね。ただ、4つ目として、痛風とか胆石とか別のリスクは少し上がる可能性がある。このあたりはしっかり理解しておく必要がありますね。最後に、この研究を行った科学者たちが、この研究の意義をすごく的確に表現しているので引用させてください。現実のものか、あるいは本人の思い込みかにかかわらず、スタチン不耐性は本当に厄介な問題で、患者さんが本来得られるはずの治療の恩恵を受けられなくしている。まさに、この問題を解決するための一歩なんですよね。最後に皆さんにちょっと考えてみてほしいんです。こうやって使える薬の選択肢、つまり医療の道具箱の中身が増えていくことで、これからの心臓病との戦いってどう変わっていくんでしょうか。今回のベムベロさんの登場は、まさに一人一人に合わせた未来の治療への扉を開く、本当に大きな一歩と言えるんじゃないでしょうか。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。